酵母自体が大好きで、高校生に作った時のものを20年間ずっと培養してまして、でそれを使ってお店を立ち上げた感じです。パンに命をかけてるというか、愛情を注いでるというか、出会った時からパンです50何年パン食べ続けてるけど一番かな。みんな美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちしております。雨降ってきましたね。もともと農業高校に行ってまして、そこで自作の工房を作ってパンを作ることを学びまして、でそこからちょっとパンの道に入ったっていう感じですね。パン作り云々よりその工房自体が大好きで、実はその高校生に作った時のものを20年間ずっと培養してまして、でそれを使ってお店を立ち上げた感じです。家の台所を使って結構パンを作ってることが多かったので、それが一番の土台となっている部分は大きいですね。3日目の天然酵母ですね。何を使われてるんですか？お米と麹ですね。なんか工房のどういったところに惹かれたんですか？単純なんですけど、自然に膨らむところだったり、日によって香りが変わったりするところですかね。毎日違う顔が見れて、もう自分の子供みたいな感じですかね。パンの種類としては大体何種類ぐらい揃えてらっしゃるんですかね？70種類ぐらいですかね。そのうち天然酵母は全てです。全部に使ってます。今年のブルーベリーはめちゃくちゃ甘いんです。夏頃が多いんですけど、ちょっと前倒しで販売しましたね。やっぱね、他と全然味が違うんでやめれないですよね。もうオープンからずっと出てます。材料には結構こだわってますね。仕入れはまあ全部自分でやってるんですけど、全国いろんなところから美味しいものを仕入れてますね。クーベルチュールチョコレートを中心に、あとベルギーチョコレートも入ってますね。人気商品なので材料から結構こだわってますね。
これねもう映像では伝わらないですけどね、もうこれ一回嗅いじゃうとやめれないですよね。焼き上がりの香りがちょっと全然違いますね。中の内装といいも香りといいイースト菌では絶対できないです。やっぱりねうまいこといくと香りも良くなるんですよね。香りでやっぱりうまいこといったなっていう判断はできますね。今日はもう100点です。香りに特化したものを集めた酵母ですね。その分やっぱ発酵は不安定なんですよね。イースト菌と違って本当にムラがあってね、なかなか言うことを聞いてくれないっていうか、ね、それ何回も、ね、失敗しましたし、やっと今になってお店を開くレベルになったっていう感じですかね。ノーマルが1種類と玄米と17粒ですね。雑穀が入った全粒粉の食パンなんですけど、お米でいうと黒米だったり赤米だったり玄米だったり冷えだったり、それを炊き上げてパンに練り込んでる感じですね。体のことを考えて気遣う食パンになってますね。健康面めっちゃくちゃ意識しますね。お客さん第一って考えた時に値段だけじゃなくて中身も伴ってないとあかんなっていうふうに、自分のできる範囲ではあるんですけど、かなり材料にもこだわりは持つようにしてます。当店の一番人気ですね。平日で60個ぐらい出るんじゃないですかね。土曜日だともう手が回らないくらい天然酵母を使った生地の柔らかさだったりクリームもすごい滑らかでもコクがあってかなり満足していただける一品かなと思ってます。手作り多いですよね。手作り多いですね。やっぱりその大手だからできないことをやりたいっていうのがあって、同じことを大手でやったら多分倒産します。半分趣味でやってます。切れないんで手で割ってもらった方が多分いいです。ありがとうございます。油ない。油だったら深み燃えるわ。出会った時からパンですパンに命をかけてるというか愛情を注いでるというかパンが大好きです。でも作るのも楽しんで作ってるんでいいなって思いますね。こんなん作ったらお客さん喜んでくれるかなとか、今の流行りとかにとらわれず自分の作りたいものを作りつつお客さんに美味しいと思ってもらえるものをっていうのがいいなって思いますね奥さんも初めから働いてらっしゃったんですか？はいはいそうです準備のお手伝いをしてました。初めてのことだらけなので、だいぶ試行錯誤
してたんじゃないかなっていうふうには思ってますね。でももうずっとパンの経験はすごいある方なので見てるだけなんで精神的に支えられてますよね。やっぱり仕事をする上での糧になってますよね。主人がいなかったらお家の中も楽しくないので、また頑張ってる姿を子どもたちが見てくれるので、パパ一生懸命やってるな、そしたら自分たちも頑張ろっかっていう話にもなるので、やっぱりパパ一番って感じですね。結構もうお子さんからも応援されてるんですか？ずっと応援してくれてます。新商品が出たら必ず営業するんですよ、子供が。週に1回ぐらいは顔出すんですけど、その時に営業しに行きます、はい、友達のママに「これ美味しいね」って言ってくれたり、先生に言ってみたりとか、先生たちも聞いてくださるので、全部パパの新商品をまた買い求めに来てくださってありがたいですね。もう子供も私も主人のパン屋は大好きで、なんか第二の居場所というか来たくなる場所ではありますね。だよ。ありがとうございます。ありがとうございます。現場食パン1、2、3、4、5、6枚切りでお切りしております。ありがとうございます。週に1回か2回はね、はい、ここのパンすごく美味しいので毎朝一番乗りできてます。今日は玄米食パンと、メロンパンとクリームパン、はい、50何年パン食べ続けてるけど一番かな。雨の中ありがとうございます。ありがとうございます。お待ちしております。常連さんが多いんですか？常連さん多いな。常連さんが多いですね。常連さんのことを覚えてらっしゃいますよね。そうですね。覚えてるなお互い覚えてて、声かけれる方にはお話ししたりとかはしますね。しばらく会わなかったら「お元気でしたか?」って一言声かけて会話するね。うん。これ元種なんですけど、元種をベースに、酵母を作っていきます。基本は、麹とフルーツとお米で作ってます。2日間寝かしたものをこちらの本米用の酵母に移します。加えていきます。でここに小麦粉と、水ですね、水を加えて攪拌します。で攪拌して1日寝かしたものを生地に使用します。はじめ何もないところから培養していくことでどんどん大きくなっていく、そこになんか命みたいなものを感じて、でそれをパンにした時、さらにそれが膨らんでいくってなった時にこれ面白いなっていうところから始まって、さらにそれを美味しくできたら一番いいなってことで今パン職人として頑張ってますね。これはもう毎日されてるんですか？もう毎日ですね。元気な時って蓋がね外れるぐらい膨らむんですよ。それを目安にしてます。気泡が少ない時は元気がないんですよ。元気がない時はリフレッシュする回数を増やして酵母が元気になるようにしてます。そこはもう目で見て確認するしかないですね。この酵母が生命線になるので冷蔵庫を明け渡してます。雨なのでしょうがないですけど、雨にしてもねなかなかひどい。なかなか悲しいオープン以来のオープン以来本当に少なさです。暗黒。ご主人は雨男ですか？はい、雨男です。大事な日に雨を降らしてくれます。今日も雨ですね。そうですね。雨だけど来てくださるのでありがたいですね。
もうちょい待てれば。今日のパンは全体的に仕上がりはどうですか？70点ぐらいですかね。ちょっと交互に元気がなくて。やっぱ工房の影響なんですか？やっぱりそうですね。どんなことをチェックされてるんですか？出す時ですか？焼き色ですね。あんまりいい釜ではないので、結構焼きムラが出るんですよこれ。だから焼き色は常にチェックしないといいもの出ないですね。割れ方とか、あとサイドの色をよく見ますね。底の色だとか艶があっていい感じなんですけど、ちょっと亀裂が入ったりしてますからね。100点満点には程遠い出来です。これを悔しいね。膨すぎてもダメなんです。細すぎてもダメなんです。難しいですよね。これすごいいい出来です。形も割れ方もいいですね。重内さんにとって一番いいパンってどんなパンですか？なんか自分が納得してこれっていうより、お客さんが美味しいって言ってくれたらそれが一番いいパンですかね。そこは譲れないと思います。修行時代にお店でそこの社長さんに言われた言葉があるんですけど、パンを見るんじゃなくてお客様を見ろってすごい言われたんですよ。意味がその時分からなかったんですけど、もう自分でお店をやってみてそれがすごい理解できて、その職人のエゴに固執するんじゃなくて、もう全てまずお客さんの気持ちを考えてから作るようにしてます。2年ぐらい前に撮影したお店、小麦庵でしたっけ？そこのお店が僕結構好きで、お客さんのことをすごい考えてて、自分の利益全く考えずに本当にお客さんファーストで、そういう考えがすごい惹かれます。お客様ファーストの店って言ってる店はあるんですけど、本当にしてる店ってああいうところだと思うんです。彩り野菜のマルゲリッタとラングリーナの5点で。1週間に2回ぐらいかな来てます。みんな美味しいです。みんな美味しい。お待たせしました。ありがとうございます。これめっちゃ遠い。食パンも美味しいし、お友達もいっぱい紹介させてもらったらみんな美味しいって本当に言ってくれてます。一押しは、明太子フランス、主人も好きです。はい、今日は明太子フランスはちょっと買ってないんですけど、の新製品と中華まん、あとこれがなんかいちご、もう4時前に来たら閉まってる時もあります。もう完売したって美味しいパン提供していただいて感謝してます。これからもずっと長く続けていただきたいです。いちご大福パンっていうんですけど、これ有機こしあんです。これ有機こしあんととちおとめをダイス状にカットして冷凍したものです。白玉も入ります。本当に餅が入ってる。そうなんですよ。これも結構な人気商品で、こしあんを包みます。でここにいちごを結構山盛り入れます。ガツッと。で餅を一粒包みます。季節感を結構大事にしてて、春って言ったら何やろうと思った時にいちごとか桜であったりとか商品できないかなと思って考えました。あとはもう見た目とかですよね。女性に喜んでもらえるようにとか、形を可愛くしようとかいうふうに考えたら今の形になりました。これね、さくらんぼの色素で色付けしてます。添加物ではなく天然由来のものを使うことでこんだけ綺麗な色出ますね。とちおとめのクリームです。こうボロッと果肉を入れてるんですけど、これがまた結構人気ですね。
全部美味しそうやった。種類がめっちゃ多くて、悩んだな、めっちゃ悩んだ。これがとちおとめのクリームでも新商品って書いてるとでも欲しくない気になる。今しか買われへんみたいな。かなみたいな。いちごなんか特にね、今しか多分買えないでしょうし、次は今日買わへんかったやつを狙って。定期的に新商品が出るんで、その新商品を目当て、やっぱりどれもこれも美味しいし、結構手が込んでる新商品なんで、それを楽しみにしてます。これも新商品なんです。この、新じゃがと明太のパンも新商品。ちょっと噛み締めながら食べてみます。甘さ控えめで後から甘さが追いかけてくるっていう感じですかね。あとカカオの風味がすごい感じられると思います。この手の感覚この手の感覚で炊き上がりを見極める感じですね。この微妙な感覚が平だと伝わりやすいですね。このチョコレートってやっぱ冷やすと固まってしまうじゃないですか。だからそこも考えた上で炊いていかないとまたあと食感が変わっちゃうんですよ。これでだいぶ手応えが変わってると思うんですけど、今こんな感じなんですけど、ここのホイッパーに持ち替えて炊いていきます。これで炊き上がりです。お願いします。はい、かしこまりました。ありがとうございます。抹茶のクグロフがお一つ、チョココロネがお一つ、クリームパンがお一つ。はい、お待たせいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。
親しんでもらいたい名前がいいってなって初めいろいろ考えたんですよパンハウス重石とかもありましたしパンどころ重石もありましたし、それも親しんでもらいたいなっていう思いからああいう感じになってます。だから文字がちょっと可愛くなってると思うんですけど、はい、それも妻が考えました。珍しい名字なので、なんかその名字をきっかけにコミュニケーション取れたらなっていうのもあったんで、もう主人の第1号のお店なので名前大事にずっとこれからもみんなに愛されるパン屋になってほしいなっていうのはありますね。覚えてもらえたら嬉しいね。奥さんは今お仕事はここがメインで主人のお手伝いをしております。メインってことは他にも？そうですね、もう一つだけお手伝いさせてもらってる職場があって、はい、そっちにもちょこちょこ行ってはいます。でも2つ兼業しながらなんですか？そうですね。もう日頃からすごい感謝してて、お店に入ってくれる分にはもうすごい大助かりで、私も嬉しいんですけど、でもそれよりも自分の幸せっていうふうにものを考えてほしくて、別の仕事に興味があるのであればそちらの方でもすごい頑張ってほしいっていう気持ちもありますし、今もうとても支えられているので、これ以上私から望むことないですね。今後の展望を教えていただいてもいいですか？より多くのお客様に喜んでいただきたいっていう思いがあって、たくさんのお客様を喜ばせることができるんであれば商品も増やしたりいろんな方面で活躍できたらいいかなと思ってます。最後に重石さんにとってパン作りとは？パン作り、そうですね、自分の人生って言ってもいいのかもしれないですね。お待たせしました。ありがとうございます。